はい、こちらは花山吹の2番花です。お花を近づけても今ちょっと香りがわかりません。暑さでお花が少し溶けたようになってますね。でももう少しつぼみがあるので、もうしばらくは楽しめそうです。全体像としてはこんな感じです。はい、こちらはホワイトメイディランド2番花です。真っ白なお花が涼しげですね。お花を近づけてもちょっと香りはわかりません。全体像としてはこんな感じです。我が家では真夏でも元気に咲いてくれて、それなりにお花も楽しめるのでお気に入りです。はい、こちらはギーサボアその2の2番花です。お花を近づけるとかすかに香りがわかるかなというくらいです。全体像としてはこんな感じです。元気に茂ってくれてます。はい、こちらはペッシュボンボンの2番花です。あまり調子の良くない株で、ここ一角にしかお花はないんですけれども、とっても可愛かったのでご紹介しました。お花を近づけるとそれなりにいい香りがわかります。香り成分結構揮発しちゃってると思うんですけど、それでもいい香りがしているようです。全体像としてはこんな感じです。この子はここしばらくシュートがあまり出てきてくれてなかったので、今お花が咲いている元気のいいシュートを支柱に絡めた方が花枝がたくさん出てくるかもしれないなと思いました。やってみます。はい、こちらはフラマンローズの2番花です。花枝がとっても長いですね。お花を近づけても今ちょっと香りがわかりません。全体像としてはこんな感じです。1番花はあまりお花持ちしませんでしたが、まだつぼみもあるので、あと2日か3日ぐらいはお花楽しめるかなと思います。はい、こちらはアストリッド・グレーフィン・フォン・ハルデンベルグブッシュ仕立ての方の2番花です。お花を近づけるとちょっと甘さ控えめの何かノスタルジックな感じのする香りがあると思います。全体像としてはこんな感じです。欲張りに育ってますね。でもこの子はブッシュ仕立てのまま育ててみようと思います。
はい、こちらはヘブンオンアースの2番花です。去年から我が家に仲間入りしたバラなんですが、もう去年からよく咲いてくれてとてもお気に入りです。お花を近づけるとティーのとっても優しい香りがします。いい香りです。お花色の服飾系の感じもとても素敵だと思います。大好きなタイプのバラです。全体像としてはこんな感じです。お花持ちはそれほどしませんが、こんな真夏でもこのように元気よくつぼみをたくさんつけて咲いてくれるので、数日間はお花を楽しめると思います。はい、こちらはシエラザードの1号の2番花です。なんとなくお花がまばらに感じますが、だいぶ横張りになっちゃってます。お花を近づけるととっても洗練された感じのいい香りです。ダマスクが主だと思います。全体像としてはこんな感じです。いつもはもっとお花がたくさんブーケのように咲いてくれるので、ちょっと今回は物足りない気がしますね。はい、こちらはヒーリングの2番花です。ちょっとお花を近づけても今回香りがわからないようです。春よりもだいぶ小ぶりなお花になってると思います。この子も夏はお花持ちはいまいちのようですが、それなりにたくさんつぼみをつけてくれるので数日間を楽しめそうです。全体像としてはこんな感じです。割と上に背が高くなる感じの子だと思いますが、横にはそんなに広がらないようです。はい、こちらはカロリーヌ・マルニエスの2番花です。丸いつぼみとお花が可愛くてお気に入りです。お花を近づけても残念ながら香りはよくわかりません。全体像としてはこんな感じです。この子も気温が高いせいかお花がすぐ終わっちゃうようです。短い間ですが楽しもうと思います。はい、こちらはロマンティックアンティークの2番花です。春のお花と比べると随分小ぶりですね。お花を近づけるとティーのとってもいい香りがします。大好きな香りです。このロマンティックアンティークはキャラメルアンティークの枝代わりなんですよね。ちょうど色違いみたいな感じです。全体像としてはこんな感じです。キャラメルアンティークと同じく安定してそれなりの花数をつけていつも咲いてくれる子だと思います。はい、こちらはアイスフォーゲルの2番花です。お花を近づけても
ちょっと香りは分かりません。全体像としてはこんな感じです。新緑もあって綺麗ですね。割と気温が上がってもしっかりとした牧のお花が咲いてくれる子だなと思いました。お花もまあまあ長持ちしそうですよね。本日のバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。